おはようございます。金沢2日目の朝です。曇っているけど、今日も予報は晴れ。暑くなるかな？朝は外で食べずに、パンとバナナで簡単に済ませます。持ってきた紅茶も飲もうかな。今日のランチは友人夫妻と会う予定なので、その前に西茶屋街と忍者寺を見て、ランチの後には東茶屋街へ行きます。東茶屋街の近くにある百万さんに会えるショップ、そして昨日読んだ小説、浅野川母食の舞台、和江町にも寄る予定です。金沢駅西口から西茶屋街近くまでバスで移動します。西茶屋街に向かうバスを早速間違えました。バスの番号は合っていたのですが、反対行きのバスだったみたいで、一つ目の停留所で違うと気づいた自分は偉かったと思います。西茶屋街は東茶屋街ほどの賑わいはないと聞いています。場所も目立たず、ひっそりとある花街という感じでした。甘納豆のお店、川村さんが開いていたので買い物をしました。ここで気になっていたのが、賞味期限6分もなか。6分ってどういうことだろう。一つ注文しました。皮がパリパリで食感がいいです。あんも甘くなく、アイスとのバランスがいい。賞味期限が6分と聞いて焦ってしまい、きっと2分くらいで食べてしまったかと思います。近くに大きな欅の木がある神社があると知り、寄ってみました。樹齢1000年の欅の木の迫力がすごいです。ちょうど炙り餅祭りをやっていて、参拝客も多かったようです。犀川のほとりを少し歩いて、浜栗坂を上がり、忍者寺を目指します。拝観の予約は
11時から。この通りは神社仏閣が多く、忍者寺に着くまでにすでに5軒。地図を見たら、それだけでなく、とんでもない数のお寺さんがありました。妙立寺は実際は忍者とは何の関係もありませんが、お寺の内部に隠し階段をはじめ数々の仕掛けがあることから忍者寺と呼ばれるようになったそうです。拝観は案内の方がついてくださって40分ほどのツアー。中の撮影はできません。終わってみると、あっという間の40分でした。英知の結集という感じで面白かった。撮影できたとしても、実際に体験した方が絶対楽しめるはず。お時間ある方には、ぜひ立ち寄っていただきたいです。この橋を渡って東茶屋街に入るのですが、その前に昨日読んだ小説浅野川母食の舞台である和江町を歩いてみましょう。川沿いにしっとり並ぶ静かな花街です。入り組んだ横道も風情があって入ってみたくなります。振り返るとまるで迷路のように見えますね。続いて向かうのは明かり坂に並行する坂道。暗がり坂というほど暗くはありませんが、夜はまた違う雰囲気なのでしょう。川のほとりには昨日読んだ小説の文学碑がありました。主人公はここを歩いてあの窓から川を見下ろしたのでしょうか。どうしてもうじうじするなと言いたくなる私は情緒に欠けるということなのでしょうね。しばらくこの地に身を置いていると、だんだんと彼の気持ちがわかるような気になる。現場のパワーは絶大ですね。
何をやっているのだとお思いでしょうが、これが今回の旅のクライマックスと言っても過言ではない、百万さんとのひとときです。金沢駅で迎えてくれる百万さん。しかし、ここでは隣に並んで一緒に写真が撮れます。人がいなかったので、ゆっくり写真が撮れました。もちろん、1階ではグッズも買いました。8年前の金沢旅行では来られなかったので、8年越しの夢が叶ったことになります。夢が叶う街、金沢。最高ですね。ウキウキな気分で東茶屋街に向かった私は、その混雑ぶりに驚愕することになります。ささっと買い物だけして、早々に退散することにしました。帰りは金沢駅までバスでと思っていましたが、いろいろ面倒くさくなってしまい、結局駅まで歩いてしまいました。鼓門にご挨拶してホテルに戻り、夕飯は駅のお弁当屋さんでおにぎりを買って、夜は少しだけ本を読みましたが、歩きすぎたのか早めに休みました。